それでは実際に発問の動画を見ながら発問テクニックっていうものを勉強していきましょう。動画はこちらですね。井上正幸さん、これまでになかったラグビー戦術の教科書の井上正幸さんが尾道高校のラグビー部にいわゆるスポットコーチって1日だけのコーチみたいなので行った時の僕が見学させてもらって動画を撮ったやつでちょっと勉強していきましょう。井上さんってね、別にチームに所属してるわけじゃなくていろんなチームのコーチングするんですけど、僕何回か見学させてもらってるんですね。そうするとそのチームに井上さんが行くじゃないですか。でそこで1日コーチングしますよね。だそこのチーム監督に後で僕感想を聞くんですよ。井上さんのコーチってどうでしたっつって。そしたら他のコーチの感想ですね。井上さんのコーチング見たら大体の人がこう言います。あんなに待てないって。ほぼ全員、僕が聞いた人にはほぼ全員こう言ってます。あんなに待てないって言うんですって。さあどんなコーチングしてるんですかね。どんな発問をしてるんですか。実際後で動画見てもらうんですが、まずラグビーのことなのでまず内容だけちょっと先に言っておきますね。この黒い選手、ディフェンスの選手に井上さんは発問しています。本来ならこの選手はまっすぐ行って相手がパスしたら右に動く、こういう動きをしてほしかった。ただその選手はいわゆるジグザグに右行って左手右行って左手、こういうジグザグに動いてしまった。それは僕が見ても分かりました。あ、ジグザグに動いとるなと。でそこで止めて、全選手を止めてこの選手に井上さんが発問しに行きます。ちなみにこれ発問じゃなかったら、僕が例えば与えるのであれば、君っつって来てっつって君っつって今右左右みたいなジグザグみたいに言ってたよと。じゃなくてまっすぐ行って相手がパスしたら右ね。 OK、 これだけです、ね、いつものように10秒ぐらいで終わります。じゃあこの答えを井上さんがどういうふうに導き出したか、皆さんちょっと同じようにコーチの気持ちで見てみてください。それではどうぞ。今、パス、スタンドオフに対して、ディフェンスはどんな感じだった？スムーズにスライドいけた？5番っていうのが流しコードが変わって、それで、僕が流しコードをつなぎに行って、スタンドオフにパスもらってスライドするときにスライドはどうやった？バッチリのタイミングでいけた？いや、少し遅かったです。なんで遅れた？俺もそう思った。少し遅れたな。どんな気持ちやった？なんでスライド遅れた？気持ちでいいよ。最初、待ってて、自分が少し上がってなくて、相手を待ってる状態で流そうとしたから、遅れたんだと思います。なるほど。自分の、相手のディフェンスに対して、体の向きってどうやった？パスアウトするときにまっすぐやった？でまっすぐ行ってでパスアウトしたときにどうなった？ごめん、スライドが遅れたっていうのはどういう状況？上がってくるのを待ってて、自分が先に流れてるのは、まっすぐ行けてなかったってこと？まっすぐ行けてなかったからやばいと思ってどうなった？やばいと思って、やばいと思ってどうした？最初あんまり出てないなと思ってそうなってて、で戻した。今言ってることを、すごく上手に言ってくれて表現してくれてる。体がもう完全に前に最初は出てたと思ったけど出てなかったな。最初どの向きやった？体の向きどっち？少し、少しこっちこう向いてた。最初はまっすぐで、ボール出た時に先自分がこう行って、そうやな、そうやな、こう行ってこう戻ってこう行ったみたいな感じなの。で意識してほしいポイント、ディフェンス。さあ皆さんどんな感想をお持ちですか？あんなに待てない、こういう感想を持った人多いんじゃないですかね。だってね、与えたらわずか10秒ですよ。それをね実に2分半かけたんですよ。
2分半。僕実際ね、もちろん撮りながら見てましたけど、いやさすがに長いんじゃないかなって僕も思ってました、現地では。でもね、まあ先に言うと、この2分半かけたのが別に偉いわけじゃないんですよ。3分4分長ければ長いほどすげえとかそういうことではなくて、たまたま今回2分半かかったんです。それはなんでかっていうと、ざっくり言うとこの選手が自分のプレーを覚えてなかったから。まずは思い出すところから始まってっていうので、井上さんが見つけてほしい答えからすっごい離れてたから近づくまでに時間がかかったと。これがたまたま2分半だったっていう話なんですけど、だからといってこの選手がすごいできないからそうなったっていうわけでもなくて、皆さんの選手っていうか普通の選手も自分のプレーを覚えてないとか、そんな選手ザラにいますんで、この辺はね、ご了承ください。じゃあなんでみんなは待てないのに井上さんは待てたかっていうのを話すると、皆さん想像してみてください。ある選手に発問します。で、なんか突飛なことを言っちゃいました。突飛なことを言っちゃう選手がいます。でも発問大事だから見つけてもらいたいからもう一回発問します。答えます。発問します。答えます。で、途中で、これはちょっと拉致あかんわっつって途中で変えて与えてしまう。だからこういう感想になるんですね。じゃあなんでそうなるのかというと、これあくまで僕の予想ですけど、発問します。答えます。離れてます。発問します。答えます。まだ離れてます。発問する。答える。離れてる。結局、この距離が縮んでない。もしくは離れていく。だから途中で、うわー、拉致あかねえって思うんですよ。そうですよね。でも、普通に発問して答えますよね。で、また発問しますよね。こうやって近づいてきたら、その拉致あかねえって絶対思わないじゃないですか。近づいてる、近づいてる。よしよし、もう少しってなりますよね。途中で諦める人、待てない人っていうのは、ずっとその距離もしくはそこからどんどん離れていくからこういうふうに思うんですよ。じゃあ井上さんはどうしてるか。近づいてきてるんですよ。2分半かかるうちにちょっとずつ近づいてきてるんですよ。だから井上さん待てるんですよ。2分半も。じゃあ井上さんと待てないコーチの違い何か。コーチの発問テクニックがないからずっと離れたまま。コーチの発問テクニック、この2分半の中に凝縮された、井上さんが使った凝縮されたテクニックを今から説明していきます。大きく4つあります。ただですね、これは井上さんが自分で俺はこういうふうなことをやったんだよって自分で言ってるわけじゃなくて、僕が勝手に井上さんの動画を見ながら、これはこういうテクニックで僕が勝手に決めてるんで、そこをちょっと頭に入れておいてくださいね。僕が思う井上さんがこの動画で使ったテクニック4つ、こちら。はい、選択、心情、分解、行動、この4つを使ったと僕は思います。で、行動というのはちなみに、前回お話しました曖昧ね、答え以外は曖昧と乗っかるだよって言って話したこの行動に入ります。では先ほど見た動画を元にどういうふうにこの4つのテクニックを使ったかっていうのをまた解説していきます。それでは先ほどの動画を文字起こしにしました。こんな感じ。いやーすごいですね。長いですね。選手は14回聞かれてました。いやー素晴らしい。でですね、皆さん発問の勉強したい方はね、ぜひやってみてください。自分が発問しているところを録音とか録音してもらって、ここまで文字起こしまですると本当によくわかるんで、皆さんめんどくさいけど1回だけ。僕も実際にこの井上さんの動画も文字起こしにしてようやく分析できました。だから、ね、ぜひ1回だけよろしくお願いします。ということで、はい、分析していきましょう。ただ今のままだと、具体的すぎるので少し抽象化しています。抽象化すると抽象化しました。じゃあ説明していきましょう。はい、最初現象への問いってことで、普通に聞きますよね。何が起きたの、何したのっていう聞いてみます。そうすると選手は考えます。何したっけな。でも全然覚えてなかったんですね。全然覚えてないからって考えて、これかなって言って返事したのがコーチの想定よりもはるかに遠いところでした。ノーです。オッケー。でも全然いいですよ。全然いい。一つ目のテクニック使います。選択。たくさんある選択肢を絞ってもらうために大きい枠で2つ作ります。いわゆる成功か失敗か。この時はいけたか遅れたかっていう聞いてるんですけど、成功失敗もしくは丸か×かみたいな感じででっかい枠で選択を2つ与えます。そうするとこの時点で選手から見るとこの選択以外の
ものが全部消えます。はい、消えましたね。じゃあこの中からどっちか、こっちかなこっちかな、まあ成功はしてないけど失敗かな、じゃあこっちってなった瞬間に今度はこれも消えますね、当然。そういう感じであんだけあった選択肢がいきなりガーンって縮まります。素晴らしい選択テクニック、素晴らしい。でそこから一回正解を言います、選手がね。でそれに一回同意します。ああ俺もそう思ったと。じゃあ次どうする、どう動いたっていうのをもう一回聞きます。そうするとそう考えるとやっぱり覚えてないなと、やっぱり覚えてないっすわつって答えれなかった。ああいいよいいよと。で次のテクニック、こちら発問テクニックの心情というものを使います。選手は行動を思い出そうとします。当然ですけど行動を聞いてるんで、いやこういうふうに動いたこういうふうに動いた、いやどうしちゃったっけどうしちゃったっけ。そういう時には行動ではなく気持ちを聞きます。それどういうふうに動いたかじゃなくて、その時どういうふうに思ったっていうふうに聞きます。するとそこで思い出す選手もいます。あ、なるほど違うか、あそこでまっすぐ行こうと思って、いやじゃああそこで詰まったな、あ詰まってこうなったから、あだからこういうふうになったんだなっていうふうに思い出す人もいます。ただこの時はそれはうまくいきませんでした。心情も思い出せなかった。よしよしと。じゃあ次行こう。はい、分解です。次のテクニックは分解ということで、行動を全部、例えば最初からこう動いてって、次こう動いて、次こう動き終わった、この全部を思い出そうとするとなかなか難しい。要するに思い出すものが多いとやっぱ難しいじゃないですか。だからそれをコーチがちゃんと分解してやるんです。例えば最初の動き、途中の動き、最後の動き、この3つにコーチが分解する。もしくは手の動き、体の動き、顔の動きみたいな感じでコーチが分解して、じゃあそれのここどうだったって聞くんです。分割してその一つだけを聞く。フォーカスすると、そうか全部は思い出せんけど手だけは思い出せって言われたらこれかなとか、最初そうか最初ね、最初は確かにまっすぐ行ったかなまっすぐ行ってないかなみたいな感じで分割してフォーカスすることによって思い出しやすくなります。で今回はそれもミスに終わります。違うところを選択してしまいます。そしたら次行動ですね。乗っかる、その言われたことをやってみてもらう。実際にじゃあまっすぐ行ったって言うならじゃあやってみようっつって実際に動いてもらいます。こうやって動いてもらって、ただあれなんか合わんぞと、あれなんか違うような気がするなって、でそこからどうなったって言われてもなんか合わなくなるんですよ、辻褄が。ああ違うなと。でちょっと待ってくださいって言って一回戻って冷静に見てどうだった、そのフォーカスもう一回見てみようって時にああこれだったでようやく正解がたどり着きます。で1個正解にたどり着いたら今度はその分解したその他のやつも同じように考えてもらって、じゃあ次はどうなった、次はどうなった、次はどうなったっつってそれをずれ選んでもらう。それを間違えたらまた同じようにこういうふうにテクニックを使ってこうしながら結局ここからこういうふうに近づいていって選択することで徐々に近づいていく。僕らからすると2分半がなんか平坦なように見えるけど、井上さんからするとちゃんとこう近づいてくるのが分かってたっていう。だからこれが必要で、最終的にこの選手ですね、もう後で聞きました。どう思った、どういう風な感じだったったら最後は自分で言えたのですっきりしましたみたいなことは言ってましたし、そして周りもおーっつって来たついにみたいな、2分半かけてついに自分で思い出して自分の言葉で言ったって、アウトプットしたって、でわーってなるわけですよ、心の中でみんなおーって。これがテクニックです。ちょっとおさらいしますね。選択、心情分解、この5なんですけど、やっぱりこの2つが一番分かりやすくて使いやすいかなと思います。大きく分けて2つにやるとかで、そこからさらに分解する、分かりやすく選択肢をこう狭めていくというのが考え方、選択肢を狭めていくっていう、これが2つ一番使えるかなと思います、多分ですけど。でその間に気持ちを聞いたり実際に行動してもらったりで、またその頭の中を整理してもらうっていうようなこの4つのテクニック、これはすごくいいんじゃないかなと僕は思うんですけど、これ使えるときはまあ大体のことを絞れていくんじゃないかなと思います。単純にこの2つで絶対に絞れてきますからね。グググって多分近づくと思うんで、こんな風なことには多分ならないと思います。
なのでちょっとこのね、僕が考えたわけなんですけど、僕が井上さんのテクニックを自分で見つけたのがこういうことだったので、皆さんちょっと頭に入れていただいて発問をやっていきたいなと思います。はい、それではですね、井上さんの発問テクニックも学んで、はい、おしまいってなる予定だったんですが、気になるところあるなと一つ指摘が来ました。皆さん気づきました？文字起こしの中で、ここなんかあれなんじゃねっていうところ。気づいた人すごいと思いますけどね。ちょっとフォーカスしましょう。こちらですね。はい。井上さんが言いました。最初出てないなと思って戻したって聞いて。選手が、はい。お、ちょっと待てよと。それ完璧に与えてないと。答え出してないって。全然選手、はいしか言ってなくないみたいな。いいのそれ。どういうことみたいな。思いますよね。こんだけね、与えちゃダメだ、与えちゃダメだって言っとるくせに、途中で与えてるやんと。こういうことなんですよ。なんですかね。井上さんとその後、いろんな話をする中で、こういうことを言ってます。よいしょ。必ずしも答えにはたどり着く必要はないと。もうわけわからんでしょ。何なんだと。今まで答えに導くためにテクニックじゃこうじゃをずーっと話して最終的にこんなことを言っちゃうと。いやちょっと待ってくれよと。何なんだよと思いますよね。ちょっと解説していきますね。こっちで解説していきます。はい。発問して考える話す。これが1セットだと言いましたけど、例えばこれがワンターンで終わったとしますね。そしたら10秒ぐらいのもんです。で、その練習の途中にまたそれを言います。で、それを言っていきます。で、これが繰り返すことによって習慣化されて、その途中で選手は考えるようになるよ。そういう効果があるよねっていう話をしました。実際にこの選手に聞きました。ね、さっき2分半の発問を受けたこの選手に後で聞いたときに、先ほども言ってましたけど、自分で見つけることができました。自分で見つけました。途中ではもちろん与えたんですけど、最終的には自分の言語化されたので、自分で見つける。それはもう合ってるんですよ。では、それとは別で、彼は僕にこう言いました。今後、練習中、自分のプレーを考えてやるようにしますって言ったんです。さあ、皆さん、どうですか？ここなんです。これを考えるようになったんです、彼。たった2分半で。あんだけ長いと思ったあの2分半が、たった2分半でここを考えるようになったんです。すごくないですか？この感動伝わってますかね？井上さんはね、彼に一番教えたかったこと、それは自分で答えを見つけるっていうこれじゃないんです。本当に教えたかったのはここなんです。そのために2分半かけたんです。そしたらきっちり彼はここを考えるようになりました。井上さんが一番教えたかったこと、これではなくてこれなんです。発問の最大の目的はこちらです。自分で見つけようとする心です。まさかの心です。ここではなくてここなんです。普段から自分で見つけようとする心、これが一番大事なんです。井上さんはおそらくこれが一番教えたかった。たまたまですよ。たまたま前回理由を知る選手は上手くなるという回で僕はここに階段を立ちました。一番最初は理由を聞き慣れる、理由を言い慣れる、そして最後理由を知りたがる選手は上手くなる。一緒です。自分で見つけようとする心、自分で知りたいと思う気持ち、自分で考えるという癖、これが一番大事なんです。おそらくですけど井上さんも同じことを思ってるんじゃないかなと思います。だからこういうことを多分言うんじゃないかなと。
目先の答えなんていらないですよ。極端な話、いるんですよ。あった方がいいけど、そこじゃない。そこだけを逆に目的にしちゃダメだと。その先にあるここを見つけてほしい。知ってほしい。それを教えたい。だから井上さんはテクニックを使ってそういうことをしてるんだと僕は思います。今日のまとめ。選手の心。僕は十何回この動画を作ってきました。で、どんどんいろんなことをもちろんね、アウトプットしてまとめるし、いろんなことをしていくのにはね、いろんなことを勉強させてもらってます。おそらく皆さんが聞くよりも僕の方が明らかに僕は成長してると思います。その中で、やっぱり思うのって、ここなんだなというのは、テクニックとか言いながら、最終的にここにたどり着いてる。全部の話がここに来てるような気がします。でもこれって本当に難しいんですよ。だから僕発問が難しいなと思ってたのもやっぱそうなんだなってもうはっきりしました。ここを見て結果が見えないんですよ、コーチングってね。でも見えたいじゃないですか。僕だって教えてんすから、時間かけてね、彼らのために一生懸命考えて一生懸命練習して、その成果を僕らは目で見たいんですよ。だから与えるんですよ。だからプレイしてもらって、それを見て、ああよかった、教えてよかったって思いたいじゃないですか。与えることが悪いことじゃないですよ。何回も言いますけど、与える時期もあるし、与える選手もいます。もちろん全部が全部発問するべきじゃないんですが、ずーっとそうではダメだよと。ずーっと与えてちゃダメだよと。でもずーっと与えたいでしょ。だって結果が見たいもん。自分が教えたっていう満足度が欲しいじゃないですか。でもある時からそれは持っちゃいけないんですよ。持っちゃいけないの。もっと先にあるんですよ、答えは。答えはもっと先にある。難しいですね、コーチングって。発問って難しい。いやね、ほんと学ばさせてもらってます。たくさんの人に。で、これ僕はこの動画で本当にね、皆さんがどういうふうに思ってるかもうぶっちゃけあんまどうでもよくて、本当に僕はこの動画を作ることですごいいろんなことを学んで、まさかね、第1回を撮ってる時にこんなことを言うね、アナログでなんかこういうふうなロジックなものをずっと言いたくて、そういうものをずっと言う動画にしたかったのに、ここでこんなことを言うことになるとはね。いやー、勉強になりますね、本当。そして面白いコーチングは。いや、なんか次最終回みたいになりましたけど、全然続きますからね。ただ今本当にもう中間のまとめというか、勉強させてもらってることは僕はもう本当にここだと思います。そして皆さんにもなんかそれがちょっとでも伝わればいいかなと思ったんで、ちょっとこういうふうに話させていただきましたし、まあ今後もこれを元にやっていきたいなと思います。まあ途中で変わるかもしれないですけど、とにかく選手の心をどうやって見るか、どういうふうに僕たちがテクニックを使って育てるか、それに尽きるのかなと思いました。皆さんどう思いますか？コメントください。そしてもしよかったらね、チャンネル登録、なんだったっけ、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。疲れた。ありがとうございました。ありがとうございました。